H ニュースチャンネルへようこそ。安全で幸せな1日を。おかえり。こんにちは、みんな。呪文を唱えたマーシャンダイヤモンドバッグの超自然的な物語について話したのはこれが最後です。ケヤマダイヤモンドバッグは、ケヤマ宗主教、天子邸宅の支部です。明の時代から伝わる天皇賜符という独自の制度がある。系図を使って練習した後、人々は感情を持ち、霊の言葉を聞き、時には霊を見ることができるようになります。外部には伝わらない秘密のテクニックもあります。台湾ではほとんどがカヤヤマ派の祭道派ですが、かなりの数がいます。今回は三つのことについてお話しします。ダイヤモンドバッグが遭遇した事件の話は視聴者からのものです。彼はスーパーナチュラルコミューンにも貢献しました。以下の物語は一人称で語られます。これはとても信じられないことです。私の妹は鍵大学蘭短文校で勉強していました。ある日、妹から電話がありました。教えてください、お兄さん、クラスメートのシャオヤが夕方に私と一緒にジョギングに行ったのですが、私が戻ってきたら様子がおかしくなり始めました。見に来てもらえますか？私は妹に、何がそんなに変なの？と尋ねました。私の妹は、シャオヤだ。台湾語が話せない人でもジョギングから帰ってきたら大丈夫でした。しかし、数日後、それらはますます奇妙になりました。台湾語はますます滑稽になってきた。彼らは非常に奇妙な行動をし、体からは奇妙な匂いが漂っていました。私はランタンのパビリオンに通い続けました。私は妹に答えました。わかった、心配しないで待っていてね。すぐに行きます。妹の学校に着くとすぐに妹に電話し、校門で妹が出てくるのを待ちました。それから間もなく、妹はクラスメートのシャオヤと一緒に学校から出てきました。彼を見た瞬間、楽しいな、と感じました。なぜ？というのは、見た目は女の子なのに、雰囲気はおじさん、そして声は本物の台湾なまりだったからだ。それで私は彼に尋ねました。おじいちゃん、どこから来たのですか？シャオヤは本物の台湾語でこう言った。若者、自分のことはやめてください。私に教訓を教えてくれないなら、私はそれをしません。ただ言います。おじいさん、そんなに残酷なことはしないでください。もし、言いたいことがあるから言ってください。しかしザイやオイヤは実際には、そうでなければ、あなたに一つあげます、と言いました。お互いにもっと知り合おう。私は微笑んで、タバコを一本取り、シャオヤに渡しました。彼女は上手に火をつけました。妹はショックを受けて、なぜタバコを吸っているの？と言いました。妹のクラスメートのシャオヤは、実は私はあなたの友達ではないと言いました。それから私は金馬の実を食べようと手に取りました。そして彼は私に金馬の実を求めました。この2つのアクションを見て物事がはるかに簡単になったと感じました。タバコを吸ってビンロウを食べた後、私はその老人について行きました。お礼として差し上げます。この娘を行かせてください。何はともあれ、あなたは彼女に教訓を与えました。おじいさんはまたビンロウとタバコを要求しました。私に言ってください。でも条件があるんですよ。この白目の子供に紙幣を燃やしてハスの花をくれてほしい。そこで私はおじいさんに、あなたの葬儀を手伝ってくれる人はいないのかと尋ねました。年老いたおじは、この人生に対処してくれる人は誰もいない。私にはこの道を進むしかない。と言いました。老人は足を震わせ、タバコを吸い、ビンロウの実を食べました。その後、若い人は約束通り行ってください。今回はこれで終わりです。と言いました。私が去った後、突然突風がシャオヤに吹きつけ、シャオヤは全身をぐったりしてしまいました。私はすぐに魂を蘇らせる呪文を唱え、彼の額からそれを打ちました。シャオヤはゆっくりと目を覚ました。目が覚めた後も彼は泣き続けた。彼は漂流していたと言いました。空中で、後ろで体をコントロールしているおじさんの姿が見えました。私はシャオヤを慰め、大丈夫だと言いました。
それから私は振り返って妹に尋ねました。どうしたの？なぜ白い目だと言われるのですか？妹によると、ジョギング中に東屋の前を通りかかり、東屋で炭を焚いて亡くなった叔父の話をしたそうです。するとシャオヤは、パビリオンには大きすぎるよ。と言いました。それは誇張です。それはとても想像できないことです。こんな何もないところで炭を焚いて歩けるだろうか？彼がどうやって立ち去ったのか本当に知りたいです。彼はビニール袋を手に取り、炭を頭からかぶったのでしょうか？これを聞いた後、私はすぐにその少女の頭に行きました。彼女は目が見えすぎていたからです。次の日の日中、私は妹とシャオヤを車で紙幣を買い、ロータスと一緒に燃やしに行きました。しかし、ここからが楽しいことです。煙はどこにも漂わず、私は少女に向かって急いだ。彼女は耐えられなくなるまで窒息した。私は、おじさんがどうやって去ったのか知りたくなかったのだと言いました。彼があなたに知らせたのだから、あなたはすぐにその年老いたおじに心から謝罪すべきです。簡単ふ。少女はあまりにもタバコを吸ったので、涙と鼻水が鼻に溜まっていました。彼女はとても心からごめんなさいと言った。私は間違っていた。私が間違っていたことは分かっています。大変申し訳ありません。そう言うと、煙は普通に流れて彼女に向かって突進しなかった。事件は無事に終わりました。白目の子供といえば、私が幼い頃、友達が白目のことをたくさんして、たくさんの迷惑を引き起こしたことを思い出しますトラブル。その中の一つにこんなことがありました。幼い頃、車で遊ぶ兄弟たちと過ごすのが大好きでした。当時、とても仲の良い兄弟数名が車を改造して長距離試乗をしたいというので、私を連れて行ってくれました。私たちのルートは島の周りを半時計回りに南下するというものだった。その夜、私たちは真夜中に根底から台東に向かう道でタバコを吸っていました。チャットしながら車の性能について話し合う。今後の目標突然、二人の中で金属のような衝突音が聞こえた。バタンといい音がして、車の前が止まった。兄は急ブレーキをかけ、くそ、何にぶつかったんだ？と悪態をつきました。私たちが車を止めたところ、後ろの車はすべて黄色信号を二重に点灯していました。兄弟たちも車から降りて確認しました。次に、全員が懐中電灯を持って車を照らし始め、車の前部に衝撃の兆候がないかどうかを確認しました。しかし、どこを探してもそこには何もありませんでした。写真を撮ると、みんな唖然としていました。車の下に紙製の置物が挟まっていた。それは人々が葬式で燃やすような種類の紙でした。それでみんな困って警察に通報したんです。警察が来たると、とても若く見える警察官がいました。彼らは私たちに何が問題だったのかと尋ねたので、私たちはその話をしました。警察は新聞配達員を引くなんてあり得るだろうか？車に怪我はしないだろうか？と尋ねた。誰かにぶつかったのですか？私たちは警察に信じられないなら車の下を見てくださいと言いました。警察は唖然として、新聞配達員は本当に動けなくなってしまった、と言いました。私たちのグループは物を使って紙人間を追い出そうとしましたが、どう使っても紙人間は動かなくなりました。警官も警棒を使って左右にかき混ぜたが、かき混ぜることはできなかった。それから間もなく横にいた老警官がひざまずいてさよならを言いなさい。試してみてください。私たちのグループは実際に床にひざまずいて老警官に別れを告げました。と言いました。彼らは私たちをバカだと笑いました。そして私たちが会釈した後、紙に触れた瞬間に紙人形を引き抜いたのは奇妙でした。すると老警官は何があってもこれ以上は行かずに家に帰りなさい。と言いました。そうしないと何かが起こってしまいます。私たちは何が起こったのですか？と尋ねました。老警官は近くに遺族がいると言いました。
亡くなった男性はスピード違反で引かれ、その男性も非常に暴力的に逮捕されました。つい先日もこんな男性がいました。そう言って警官は立ち去り、兄弟たち、続けるかどうかみんなで話し合った。それから私は、どうしてそんなに悪いことができるだろうかと言いました。そして私たちは再び出発し始めました。街灯のないカーブに差し掛かった時、兄が、おかしいな、ここにカーブがあった方がいいんじゃないのと聞いてきました。目の前だと言いました。兄は、ここはどこですかと言いました。明らかにこの先は直線だったので、兄に少しスピードを落とすように言いました。ブレーキを踏んだ時、彼は危うく分離塔から飛び出しそうになった。すると彼は突然、幽霊と叫びました。簡単ふ。そして彼はヒステリックに私を見て、幽霊を見たことがありますかと尋ねました。私はノーと言った。どうしたの兄は完全に倒れて、新聞配達員が車の前後にいて、2連のリードライトが点灯していたと私に話しました。何が起こったのかを見に皆が降りてきました。誰もが私の兄のそんな姿を見て、どうすればいいのかわかりませんでした。弟を捕まえてくれるように他の人に頼まなければなりませんでした。私は彼の胸から悪魔払いの指で殴りました。殴られてから間もなく、彼は落ち着いて私の弟に尋ねました。あなたには見えないのですか？もちろん。では、なぜ返事をしなかったのですか？慣れているのでゆっくりお願いしました。すると弟は素直に助手席に座り、私にキーを投げて、運転しなさい、と言いました。私が運転するとき、彼はずっと緊張していました。私は言いました。兄弟、何をしているのですか？兄は緊張した時にだけ言った。彼は初めて幽霊を見ました。そしてそれはとても邪悪なものでした。私はこれ以上進むべきではないと言いました。兄は私に、これからどうすればいいですかと尋ねました。私は家に帰る場所を見つけたら、明日目が覚めたら大丈夫だと言いました。そして引き返して大南へ戻りました。大南に戻ってから数日後、兄から電話があり、交通事故に遭い、バイクが丸ごと大破したとのことでした。何が起こったのか彼に聞いてみてはいかがでしょうか？彼は言った、また神人間を見た。神谷が彼の視界を遮っていた。彼は通り過ぎなかったので、山の壁から突き落とされました。私は走って父にこうなったらどうするか尋ねました。父は私にストローマンをくれて、作り方を知っているかと尋ねました。私がうなずくと、父も私を追って家に行きました。私が彼を見ると、彼はこう言いました。君は白い目をした子供だ。追いかけられても殴り殺されなければ大丈夫だ。外に出て自分のテーブルにいる上司に報告しなさい。今回彼らがいなかったら、命を失うことになるでしょう。彼は当の昔に去ってしまった私有地の小さな新人があんなに素早く反応しなかったら大声で叫んでいたらあなたは愚か者になっていたかもしれない。落ち着くようお手伝いします。また目を丸くしたら次は救わないよ。その後、兄は本当に目を丸くする勇気が再びなくなります。実際には、これらに遭遇した時に呪文が身を守ることができることを多くの人が知っています。いくつかの呪文を教えてみませんか？その理由はこうだ。これは実際の事件です。本当に性格の悪い友達がいます。毎日何度も影の世界にはまり込み、幽霊に捕まりそうになる。結局、本当に我慢できなくなったので、例外的に無料で呪文を教えてあげました。その後、それが効果的であることが分かった後、彼はいじり始めました。彼女たちを噂の廃墟などへの夜のツアーに連れて行った。彼は女の子たちに、心配しないでください。私は呪文を知っています、と言いました。幽霊を見たときは、幽霊を殺すための呪文を唱えるだけです。彼の行動を知ってから、これはとても奇妙だと感じます。それは良くなかったので、私は徐々に遠ざかりましたが、ある日、彼の家族から電話があり、彼が再び動けなくなった。今回は深刻なので、助けに行ってください、と言われました。
と思って行ってみたら、のんびり彼の家へ向かいました。彼の家に着くと、彼は目を真っ白にして、私が教えた呪文を唱え続け、そして完全に狂ったように笑いました。彼の家族は私に、彼がこんな風になったらどうすればいいのと尋ねました。私は彼を救わないと直接言いました。地元の幽霊王を挑発したのは彼だった。なぜ私が彼を助けなければならないのでしょうか？その結果、友人は突然目を覚まし、ひざまずいて、助けてください、と言いました。5秒も経たないうちに彼は突然別人になって、死ぬまで待ってください。と言いました。あなた自身がそれを引き起こしたのです。彼は良識ある人だったのですが、突然普通に戻り、私におねだりを始めました。友人の両親も私に懇願し始めました。そこで私は彼を救えるかどうか尋ねました。彼の命にはどれくらいの価値があると思いますか？自分で番号を教えてください。友人の両親が私に本当にゾッとするようなことを言いました。彼は、あなたは以前は彼を助けてくれたのに、なぜ今になってお金を集めなければならないのですか？と言いました。私は彼らを冷ややかに眺めながら、タバコに火をつけた。彼は昔友達だったと言った。彼は私の友人だったので、私は彼を救い、助けました。しかし今、彼は私が彼を守るために教えた呪文を使用して、崩壊のすべての主情に害を与えています。女の子の前では怖いもの知らずな一面を見せていたのに、今度は本当に凶悪な一面を挑発してしまいました。なぜ私にあなたを救ってほしいのですか？なぜお金を集めることができないのでしょうか？私の息子はあなたのものであり、彼の死はあなたの家族の問題でもあります。そう言って荷物を持って出発しました。数日後、また電話がかかってきて、人々を救ってほしいと頼まれました。私もまた行きました。この2人の老人は泣きながら、私が息子の救出に協力できることを願って、多くの人を招待したが無駄だった、と言いました。彼を救出するにはいくらかかりますか？私は、それはあなたが招待した人全員の合計です、と答えました。その後、彼の部屋に入ると、目の下にクマができて痩せていて、ベッドに縛り付けられ、目を細めて天井を見つめている彼がいたので、何が起こっているのか尋ねました。すでに2人の老人は、彼が食べたり飲んだり排便したりすることはなく、もし縛られなければ、死ぬために全力を尽くすだろうと言いました。それから私がその行為を始めると、彼は線香を一本も持たずに安らかに眠りに落ちました。2人の老人は彼に分厚い紙の束を手渡し、お金をください。私は取るべきものを取り出し、残りは彼らに返して彼らに伝えます。もう一度同じことがあったら、今度は10倍の値段になるでしょう。私の友人は回復した後、率先して感謝の気持ちを表明しませんでした。もう交流したくないので、みんなに教えませんか？それは物語の結末を絶えたくないからです。以上がマーシャン・ダイヤモンドバックの超自然的な物語です。呪文に関して言えば、視聴者は実際に私たちの呪文を知っています。信じられない場合は、メッセージボックスをチェックしてコピーして貼り付け、安全でエネルギーに満ちていることを確認してください。今日の話はここまでですからまた次回。